うまい、うまい。美味しい。それもダメなんですか。身が大丈夫だったらいいやって思っちゃうんですけど。もうできるように。これははい。舞台です。うまい。宝石みたい。トヨタイムズの富川裕太です。本日お伝えするのはトヨタの農業です。トヨタは車の会社というのは言わずもがなですけれども、実はですね、本気で農業にも取り組んでいるんです。その理由を探ってきました。愛知県豊田市が本拠地のトヨタのラグビーチームベルブリッツ。激しい練習で汗を流した選手たちが食べていたのはトマト。注目は何といってもその味です。うまい。トマト嫌いです。すみません。トマト。うまい、うまい。他の家で食べるトマトよりもすごい大きいし、歯ごたえもあって、トマトの弾ける感じが僕結構好きなんですけど、結構しっかりそれも出てて、味もしっかりしてるんですごい美味しいです。ラグビーの選手たちが美味しそうに食べていたトマト、実はトヨタの工場で採れたものなんです。美味しい。でも一体なぜトヨタで農業を始めることになったんでしょうか。その理由を探るために明知工場へと向かいました。この一帯が工場の原動力を司っているエリアです。はい。蒸気作ったり、電気を自家発の電気を作ったり、はい。冷凍機を作ったりというものです。ちょっとこの発電機を、見せてください。はい。お願いします。中に入ると失礼します。あったかい。基本は工場の電力、中部電力から買っておりますけども、その変動分を補うために工場が稼働している時にはこの発電機で使う。工場内では発電機だけでなく、さまざまな場所から熱や CO2 が排出されています。それを有効活用できないかと考え、トマト栽培などの農業が始まったそうです。では工場から出た熱をどのように利用しているんでしょうか。まず熱はパイプを通って温水タンクへと運ばれます。書いてあるね、温水タンクって書いてありますね。ここに運ばれてくるんですね。そしてその温水は工場内にあるこちらのトマト栽培施設へと送られます。いよいよ明知工場のトマトハウスに入ります。失礼します。2022年4月から始まったトマト栽培。現在3種類のトマトを育てています。この日もツヤツヤで丸々とした実をつけていました。ところで温水はどのように活用されているんでしょうか。で、先ほどのハイネットを使った温水の暖房ですけども、これがここに温水が流れてます。ここに流れてるんですか。確かに高熱注意って書いてある。で、これは部屋を温める用の温水で、植物に直接近いところに温めるのがこれ。そこにも温水が流れてるんですか。温水が流れます。この暑い時には今来ますけども、冷房がこういう形で
きます。これ今暖房も冷房もできるようになって、これは時は暖房、暑い時は冷工場から出た排熱を温水に変換し、ハウスの冷房と暖房に使う。これはカーボンニュートラルの取り組みの一つなんです。さらにロボットを活用するなど、効率のいい次世代型のスマート農業で有名な浅井農園の指導のもと、工場の従業員たちが今その方法を懸命に学んでいるんです。僕その家庭菜園でやったトマトって全然イメージが違ったから、はいちょっとびっくりしたんですけど、これすごいですね。ぐる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 茎。はいオランダの栽培方式がやっぱりたくさん量を取っていく。そうすると1年間でこうどんどん展開していって取れてくる、ただ日本の場合はそこをたくさん取れた上で日本式の品質コントロールすることを加えることで美味しくたくさん取れるトマトをこう今実証して。だから美味しい品質のいいものが大量に取れる仕組みがこれなんですね。おっしゃる通りです。はあ、そこに挑戦してる。挑戦してます。テクノロジーを駆使した最新の栽培施設。しかし思いもよらない事態も。この1年間やってきてはい大変だったことっていうのはどんな時がありました？そうですね。やっぱり病気がかかった病気にかかったんですか？ところね。はい。葉っぱとか茎とか実とかどういう状態になるんですか？その伝染病になると。そうですね。もともと葉っぱが緑色なんですけど、病気がかかった時にはちょっと茶色くなって元気がなくってしおれが発生したり、果実自体はそんなに大きい影響はなかったんですけど、それダメなんですか？それもダメです。ダメなんですか？はい実が大丈夫だったらいいやって思っちゃうんですけど。でも葉っぱがなくなると光合成ができなくなってしまって、それ以上が。そうですね。これ以上が果実の方に栄養がいけなくなりますので、ちょっとやむえずにもうこのベンチごとでこう皆さんがここ何にもないけど、もともとはありました。ここが病気にかかってしまったはい群なんですね。そうですね。はあ。そうした困難を乗り越え順調に育つようになったトマト。今年は1日あたり3000個も収穫できているといいます。ところで収穫量の大幅アップにトヨタならではの方法が一役買っていました。それがこの工場で作った独自の基準表です。こういう色がこういうふうにね、ランダムになった時にどれを取っていいんだろうって言って自分たちもやってる中でやっぱりバラバラ、やっぱり同じ色が取れないっていうところで、人によって比較っていうのが変わるもんですから、やっぱりそれを標準化、トヨタの標準作業っていうところの標準を決めるっていうところで、確かにじゃあ赤くなったら収穫だよって言われても、これも赤いしこれもそうだしって分かんないところをこうやって色を合わせることによって、ここだったらこれだなとかこれだなとか、これで取れるよっていうのが分かる。つまりは僕たちみたいな素人が入ってきてじゃあ手伝ってって言われてもこうやって合わせてこれだって取ることができるっていう。大体この1年間でどれぐらい効率は良くなったんですか2.5 倍です。2.5 倍、はい、最初は時間あたり10キロぐらいだったのが今はこう26キロまで取れるようになりましたし、かなりそれは良くなってますよね。よくなってます。はい、それはやっぱりトヨタの効率化とかいろいろこう普段やってることが生かされてるからっていう意味で、普段やってる中で日々無駄なことをやってないかとかっていうのを考えながらメンバーは作業してると思う。これが全国、日本全国に広がっていくといいですね。そうですね。それを望んでます。ということで今回スタジオにはですね、工場を統括する立場である生産本部の井村貴弘本部長にお越しいただきました。井村さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。井村です。よろしくお願いします。今日初めてこういった場に来たんで、スタジオに来ましたんで。非常に緊張してますけど。本当ですか。よろしくお願いします。見た目は全くそう見えないですけど。よろしくお願いします。トマトは美味しいですね。
いやね、僕も食べて初めて、はい工場でこんな美味しいね、ええトマトができるかっていうのが、ね本当に食べてみて本当にびっくりしました。そもそもこのトヨタがええトマトを栽培するきっかけは何だったんですか？トヨタってやっぱグローバルでいろんな生産拠点を持ってますけども、常にやっぱ町一番の企業として貢献したいっていうその思いがあって、で今回はやっぱりその農業っていう観点で今あるそのカーボンニュートラルっていう一つの我々が2035年に工場排出、CO2 ゼロを目指してるんですが、そういった中で農業にもやっぱそういったことができないか、地域も含めて一緒にやっぱカーボンニュートラルを目指していきたいっていう、そういう思いも少しあります。トヨタの農業って今見ていただいたトマトだけではなくて、お米も作ってるんですね。お米っていうのはこれはやっぱり農業支援っていうことで実際にやらせていただいてます。あらゆるところでやっぱりトヨタは営農目的じゃなくてあくまでもやっぱり技術支援ということで貢献していくっていうことですので、そういった形で参画させていただいてます。今まさにその地元のね農家の皆さんが効率よくできるように技術を支援していくという話でしたけれども、実際に農家の方ってやっぱり感覚でこう取るものがあって、それはそれでものすごく大事なんですけれども、トマトでいうと先ほどのこの色でね、効率よくやっていくことによって作業効率が 2.5 倍になったといったように、そのトヨタが今まで培ってきたその効率化というのが農業にも生きるっていうことですよね。企業としてものづくりの現場として生産性2倍とかスペース4分の1っていう、こういうスローガンを掲げていろんな活動を進めさせていただきます。その根本にあるのがやっぱ TPS トヨタ生産方式で、これについてやっぱり無駄をしっかり取り除いて一つ一つ賞味を上げていくっていう活動なんですが、これはやっぱりその作るというかその働く人にとっても安全なりそのやっぱり物の品質についてもこのトヨタ生産方式をしっかりベースにしながら農業でもやっぱりこれは通用するんじゃないかなっていうことで非常に思ってます。まさに今井村さんがおっしゃったことっていうのはイチゴの栽培現場でも生かされているんですね。そこにはトヨタならではの技術が詰まっていました。愛知県豊田市上郷工場の一角にある栽培施設、その名もいちごファームです。早速中も見せてもらいましょう。おお、これ全部イチゴですか？はい、そうです。あ、ちょっと湿気があってひんやりしてる。温度と湿度を管理して、紅ほっぺや香りのなど7種類のイチゴを作っているこちらの施設。今挑戦しているのは夏でも美味しく食べられるイチゴ作りです。もともとイチゴって、冬、中心にそのワンシーズンだけ作る品種と一年中その条件を揃えれば一年中花が咲くような種類なんで、冬のイチゴが夏に作れないかっていう意味で今冬用のイチゴと夏用のイチゴ両方育ててますよ。ちょっと食べたいです。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 食べてください。本当いいんですか？いいですよ。行ってみるもんですね。4回行ったら OK です。これ美味しそうですよ。こっから取るんですね。こっからね。こっからこうプチッと取って、うわ綺麗。見てください。ほら宝石みたい。ね。いただきます。もう美味しい。これ本当に美味しい。甘い。上品。しかもこんなに美味しいの作れちゃうんですか？一生懸命そのためにやってます。この工場のいちごファームも農業のプロたちがサポートしています。これ品種によって育て方っていうのは変わってくるんですか？変わってきます。
全然要求する水ですとか温度とか、肥料の養分とかも違ってきますので、その品種によった、管理が変わってきます。こちらでは栽培が難しいと言われている白いイチゴ作りにも取り組んでいます。天使のイチゴ、白いイチゴだ。白いイチゴの特徴って言いますよね、アルビノ種になりますので、ほとんどのイチゴが赤になるんですが、その中で突然変異で白になったイチゴを培養して広げたっていう形です。アルビノ種、はい、だからこその難しさとかっていうのもあるんですか？もともと木系の品種ですので、まず取れる量が少ないっていうのと、あと病気に弱い。なので普通のイチゴではあまり病気が発生しない状況でも、こちらのイチゴは病気が出てしまうっていうので、育てにくさはあります。そんな育てるのが難しい品種にも果敢に挑戦しているのは、もともと車の生産や管理に携わってきたトヨタの従業員たちです。トヨタのその車の方の仕事は何なんですか？僕は今鋳物って言いますね。鋳造でアルミの製品だとかシュートの製品を作ってたんですけど、全然違うじゃないですか。全然違うところに畑違いところで、本当に畑が違ううまい、はい、畑違いに来て、はい、どんな今感覚ですか？苦労したけど、やっぱりいちご食べてもらった人の笑顔を見ると、やっぱり本当に、これ、みんなが幸せになった顔をしてくれるので、これも幸せの量産なのかなと思いながら楽しく仕事させていただいています。農家の高齢化や担い手不足が深刻な問題となっている農業。地元ではトヨタの技術力が農業の発展につながるかもしれないと期待されているんです。どんなことが生きてますか、トヨタの？そうですね、鋳造でやってたのは基本的に改善業務とか TPS とか、そこら辺を推進してました。今後、農家の方って結構高齢化が進んでいくと思うんですけど、農薬の散布にしてもこちらの機械を使って散布をするんですが、はい、これを持ってこういう動き、これをするとすごく腕があるんですよ。そうですね、疲れるんですね。ずっとやらなきゃいけないですね。はい、どういう改善をするんですか？例えば台車にこれをつけて、はい、もう手で持たなくていけるような。これはもう実際に使ってるやつですか？これは実際に今開店前です。前。はい。これは持たなきゃいけないですね。これは持たなきゃいけないです。で次の撮には間に合うように頑張ります。はい。じゃあ例えば、はい、この通路をこうやって歩くだけで農薬が散布バーってできるような。そうですそうです。そういうイメージ。そうです。はあ。それは農家の方も嬉しいですね。そうですね。このいちご栽培ではすでに導入している改善策もあります。それはトヨタらしいものづくりの精神の賜物でした。普通は通路が必ず全部にありますよね。で実はここ今通路ないです。はい、でこれ何かっていうと、必要なところだけ通路を作って、で栽培面積を増やして、なるほど。でこれでもう単純に生産性 1.5 倍。はあ、通る時だけ通路ができるってことですか？はい、なるほどね。そういう育て方をすればもう単純に収穫量が増えます。さすが。意外と目から鱗ですね、そういうのって。こっちでいいですか？反対側。反対。はい、いきますよ。これを回すと、あれ、力全然いらない。おお、通路ができてきた。はあ。全然力いりません。このいちごファームはトヨタ自動車と JA 愛知トヨタや豊田市が共同研究や農業人材の育成で協力しています。この日 JA 愛知トヨタの担当者が初めてイチゴを試食。じゃあ試食を初めてですね。はい。トヨタの工場のイチゴは。はい。じゃあどうぞ。いただきます。美味しいです。おどうですか？本当に甘いです。美味しいです。本当に甘みがしっかりしてまして、はい、美味しいです。農業のプロもその美味しさを認めるトヨタのイチゴ。しかし販売はしないそうなんです。一体
なぜでしょうか。このできたすごくいちご自体も美味しいですけど、こういったものを販売するという考えはない。我々自身は、豊田章男会長の思いっていうのはですね、地域に根ざして、地域と共生していこうということなので、我々自身がこういうその農業生産をやって作物をどんどん販売していくということをすると、多分農家さん勝負に負けちゃって仕事がなくなっちゃうっていうことになりますよね。決してそうであってはいけない。我々は農家さんに美味しい食べ物を作っていただく、そのための技術であったりエネルギーを、供給するサポートしましょうという形を考えてます。ハンドルを回して通路ができる。だから通路を固定化してなくて生産効率が増える、トヨタらしいなって感じましたね。そうですね、やっぱりスペースの無駄っていうんでしょうが、やっぱスペースが要するに通路を作るとスペースが広がります。例えばそのスペースが広がると、当然スペースを広げることでコストがやっぱり発生するんで、例えばその建屋をというのはハウスを建てるにもやっぱり非常にお金かかりますよね。そういう観点でいくと少ないスペースでやっぱりその取れる量を増やすってことで、先ほど言いましたその生産性2倍、スペース4分の1っていう、そういう感覚がこのいちごのところでもすごい改善が生きてるなって感じしますね。いちごを栽培している人たちがトヨタでは改善業務であったり TPS を担当している方々なんですけれども、皆さんね本当に楽しそうにいちごの栽培されてたんですよね。ああやってなんかいろいろ考えるの好きなんですかね。考えるってこれはもうやっぱり我々ずっとものづくりやってる中で、農業の方々に、地域に貢献という観点でいくと少しでも楽に、いっぱい収穫ができて、そういったことができないか、そういったことでやっぱり技術を提供してあげて、貢献できないかっていう、そういう観点で、今回この農業っていう形でトマトとイチゴっていうことで実際にこうやることを決めました。皆さんやっぱりいろいろ知恵を絞って改善することで、実はやっぱりそれをすることによって、自分たちがやっぱその貢献できるっていうやっぱりそういった思いでしっかりやっていただいてるのかなって思いますよね。すごい生き生きしてる。そう生き生きとね、やってらっしゃるんですね。実はですね、そのトヨタの農業というのは地域のつながりにも貢献していました。工場で作られたトマトはですね、従業員の皆さんにも振る舞われているんですね。今日はこちらに集まっていらっしゃるということなんで、ちょっと食べた感想なんかもねお聞きしたいですよね。生トマト。ほっぺた落ちる。ちょっと作りすぎです。美味しい。明治のものづくりの鉄分が含まれてるみたいな。明治工場で作られたトマトは定期的に社員食堂でも提供されています。さらに不揃いのトマトは加工食品にすることもあるそうです。いただきます。いただきます。これは多分オイル漬けかなんかにやっと多分のしてもらって、多分オーブンで温めてやってると思うんですけど、美味しいです。うちでは食べたことない、やったことなかった。工場の皆さん結構重労働の方もいらっしゃいますし大変なのもあるんですけれども、その工場でこのトマトが作られているっていう意義っていうのはどう考えてますか？そうですね、より野菜を、積極的に食べていただきたいので、特にお料理できないわとか包丁持ってないんだわっていう独身の方でもね、手軽に洗ったらすぐパクッと食べれるのでいいかなと思います。さてこの工場でのトマト作り、実は従業員の健康だけではなく多様な働き方もバックアップしているといいます。現在子育て中というこちらの女性、子どもの病気や学校行事の時に勤務時間が調整できてとても助かっているといいます。
子供が小学校に上がるタイミングで、ちょっともう少し勤務を長くしたい、あと、柔軟な働き方ってことで希望を出してこちらでお世話になることになりました。子供に寄り添える環境でもあるし、やりがいのある仕事をさせてもらっていて、すごく楽しいです。またトヨタの選手として活躍するアスリートもトマト作りに汗を流しています。なんでトヨタに入ったんですか？それはバドミントン仕事もしながらバドミントンもできるっていうのを聞いていたので入りたいなと思いました。でも本格的にやっぱりトヨタを背負ってやらなきゃいけないから、じゃあ相当大変。はい、仕事終わってから練習したりするので。これ大変ですね。大変ですけど、もう慣れました。大変だけれども続けられる理由は何ですか？やっぱりバドミントンが好きなのと、もっと強くなりたいって思ってます。なんか取りに行くときステップ踏んだりするんですか？しない。バックに行って取ってみようかなとか。そこまでしてバックハンドで行こうかなとかない。ないです。それはない。素人的な考えすぎですね。はい。それもやってみよう。優しい。ところで工場のトマトですが意外な場所で活躍しているといいます。こちらは三好市にあるキラキラクラブ。月に一度ボランティアが集まりお弁当を作っています。美味しそうなちらし寿司。工場で作ったトマトが3つ添えられていますね。出来上がったばかりのお弁当はこの地域に暮らす高齢者およそ30軒に届けられます。ありがとうございます。はい、ご苦労様。すいませんでした。そうね、この中にね、はい、工場で、トヨタの工場で作られたトマトが入ってる。あ、そういつもいただいてますよ。あれ、そうなんですか？なんかね、入ってます。本当ですか？はい。どうですか、そのトマトは？美味しいですよ。私トマト好きですから。本当ですか？はい。美味しいですけど。点数つけるとトヨタの工場で作られたトマトは何点ですか？100点満点じゃない。ありがとうございます。さらに地域で暮らす人たちの支えになっているかもしれません。今日はちらし寿司だって。あ、本当。はい、ありがとうございます。病院は行ったの？はい。ちょっと心配になって。ああやって顔見知りの方がいらっしゃって、しかもちょっとその生活の話もされてたじゃないですか。ああいう機会にはなるっていうのはどうですか？こういう田舎のあれだもんでね、親戚は近くに何人かいるもんでね、できるだけ施設はこのうちで折れるうちはこれね、やっぱり食べんことにはね。そうですね。トヨタの作ったトマトのお味はどうですか？味いいよ。ですか？十分だ。いや、無理しなくていいですよ。美味しい。工場で作ったトマト、それは地域の人々をつなぐ助けにもなっているようです。トヨタで作られたトマトを地域の方々、高齢の方々に配るというのは、その地域の見守りということにもつながっているみたいですね。そうですね。やっぱり一人っきりとか、やっぱそういったところでいくと、やっぱり孤独なそういった状況をやっぱり本当に、そういった解消にやっぱり貢献できるってことなんですかね、やっぱりね。まさにご主人に先立たれてしまって一人で暮らしているという方もそうやって配ってくれるともう会話が生まれて、で元気な姿を見せられてすごく楽しいんだっておっしゃっていましたんで、
笑顔いいですね。やっぱ笑顔があるからみんな実は我々やっぱその誰かのためにっていうことをよく明夫さんも言われて、会長も言われて、俺そういったことで幸せの量産とかっていろんなことを言うんだけども、やっぱ顔が見えないとなかなかそれ実感できないんだけども、今回やっぱり地域の方々が安易して喜んでいただけるっていうそういう顔を見るともっともっとこう頑張ろうかなっていうそういう意識もなるし、我々やっぱりその町一番っていうことを言いましたが、地域と共生っていう中ではやっぱりどれだけやっぱり我々一人一人が地域に根ざしたそういったボランティアでも何でもそうなんですが、そういった貢献ができてるかっていうことなんで、本当にこの農業のそのトマトとかイチゴを通じて非常にそういった身近にこう感じれるやっぱりその地域貢献っていうことにつながってるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。最後に下世話な話をしますと、身内に来ていただいているのでギャラが発生しないんですよ。いちごでもちょっと召し上がっていただいてですね。白いやつをじゃあこれ一緒に食べません？じゃあいいですか？すいません、じゃあ私。じゃあいただきます。上郷の人たちが作ったこのいちごやっぱ美味しいですね。私もいただきます。美味しいです。本当に甘くて本当に美味しいんですよね。だからねえ、もっと皆さんに食べていただきたいって思っちゃいますけど、販売はありません、けども何かしらこう食べていただく方法はあるかもしれないですね。はい、そうですね、ぜひまた工場へ見えたらで食べていただきたいと思いますし、工場見学とかしていただいて、そうですね、ぜひ来ていただいてみんな食べてください。作ってね、一緒に頑張っていただいてるメンバーもすごい喜んでいただくと思うんで、美味しい美味しいっていうことで食べていただければ本当に最高です。今日は井村本部長にお越しいただきました。井村さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。